団長だよな。誰かと話してるみたいだ。話が終わったら挨拶しとくか？それが我々の立場だ。直ちに風魔竜を滅ぼすことができないのなら、モンドの防衛をファデューに渡した方が良いかと。モンドの流祭は何とかなる。我々があのけだものを。けだもの？おや、代理団長殿は違うとでも？帰国の外交官にはもう少しまともな態度を示していただきたい。モンドの四風守護、その一つを処理したいだと。セピロス騎士の前でそういうざれ言はやめていただきたい。ざれ言などめっそうもない。よかろう。今日の協議はここまでだ。今回の成果は双方が誠実に建設的な意見を交わした。それでいいかな。事実通りに記録させてもらう。まあ、おかえり。協力ありがとう。おかげでモンド周辺の元素循環はやっと落ち着いた。風魔竜の襲撃による余波も一段落ついた。しかし使節団側の圧力はもう無視できないほど大きくなっている。使節団？外交の使節団か。リエ公から？それとも稲妻城から？スネージナヤ、七神の中で標神を祀る国家からだ。その使者には名前があってだな。ファデュイ、聞いたことはあるか？ああ、ファデュイか。聞いたことあるぞ。でもあまりいいイメージはないな。風魔竜を殺すことが正しいと私は思わない。それに氷の神が率いるファデュイは風神眷属の力を望んでいる。それが見え見えなんだ。どうかしたか？ああ、騎士団本部に戻ろう。こんなところで大事な話をすべきではないな。モンドと冬の国は同じく七国の一つだ。モンドは独立した城でどの国にも属さない。冬の国はスネージナヤと呼ばれている。モンドとも外交関係を結んでいる。しかし外交に関してファデュイはおそらくこの大陸で最も勢いがあると言えるだろう。うん、そうだな。さっきのやつも嫌な感じだったよ。これはある力が含まれた結晶だ。リサ、これの構造分析を頼めるか？ええ、ちょっと確認するわね。結晶の中に汚れた不純物があるわ。でもこれ以上は。ごめんなさい、今はまだ結論を出せないわ。少し時間をちょうだい。禁書エリアで資料を探してくるから。ああ、ではリサ、その研究は任せた。ええ、何か進展があったらみんなに知らせるわね。まあ、あまり古代の文献には期待しないで。それに、いった。結晶の中の不純物に近づくと痛みが。なるほど、これは神の目との相互排除ね。この汚れの力は私たちの体内にある元素の力と相殺し合うの。でもおかしいわ。あなたも元素の力を使いこなせるのに影響を受けないのね。とにかくこの結晶は可愛い子ちゃんに持っていてもらおうかしら。私たちが持っていても痛みが増すだけですもの。不思議な現象だ。これら君自身の特殊性について何か心当たりは？そうだろうと思った。では無理な願いではあるが、セピロス騎士団の栄誉騎士の爵位と代理団長の感謝の気持ちを受け取ってくれ。セピロス騎士団の栄誉騎士？それからこの謎の答えを探すのに
もう一度力を貸してほしい。風魔流の暴走、変わった結晶。その答えはきっとモンドの平和とも関係があると思う。真実にたどり着けるように、風の加護が君にあらんことを願っている。何か新しい発見があったらここに来てくれ。さっき言わなかったことがあるよな。あの時オイラたちが見たのは竜と結晶の他に。なあ、やっぱり覚えてたんだな、あの緑の野郎。下にいるあの人と同じくらい。緑のやついなくなったな。元素四角で手がかりを探そう。足跡が壁際で消えてるな。ここから上に登ったのか？僕が話すは古の始まり、神々がまだ大地を歩く時代の物語。天空の竜が空から降り立ち、世界のよろずに好奇を抱く。竜は自ら答えを探し、雑然とした世に目を回す。風の歌い手が琴をつまびき、天空のライアーがそれに応えた。竜は好奇に駆られし幼子で、過去の苦悩を忘却せしと飛翔しただけ。それは歌に耳を傾け、歌をそらんずる万物に己が心を理解させるために。歌い手と竜は伝説となり、暗黒の時代がやがて始まる。獅子の牙は朽ち、鷹の旗は落ち、一頭の悪竜がモンドに迫る。大聖堂は真紅の影に包まれ、ため息は詩人によって再び歌となった。天空の竜が召喚に応じ、暴風の中悪竜と殺戮に舞う。天空の竜は悪竜の毒血を飲み眠りに落ちる。よみがえりし時、知る者は誰一人いない。今の人々はなぜ我を嫌う？天空のライアーは答えず。怒りと悲しみ、命と毒が涙となって竜の目尻から流れる粒となる。歌は沈黙し、腐敗は進み、天空のライアーは話せなくなった。
おや、君たちは。ふーん。あの時トワリンを驚かした人たちだ。トワリン？思い出したぞ。でも普通の人は風魔竜って呼ばないか？なんで名前を。仲いいのか？さあね。おい、こいつなんか怪しいぞ。こんにちは。たった一度お会いしたことのある異邦人さん。僕は銀融詩人ウェンティさ。もっと正確に言えば、モンド上で一番愛される銀融詩人を3期連続で優勝したウェンティだよ。僕に何かご用かな？オイラたちがわかるならこれ以上説明する必要もないよな。もちろん風魔竜の件だ。おい、記憶喪失のふりはやめろ。あれを見せるか。おや、これは。あれ、結晶が浄化されてる？いつの間に？これはトワリンが、風魔竜が苦しんで流した涙だ。涙？優しい子だったのに、今はこんな風に悲しみ、怒りに満ち溢れている。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな？君、本当に不思議な力を持っているんだね。君のような人が銀融詩人の歌に登場させられるのはある種の運命だと思ってくれ。日向にいれば英雄に、日陰にいれば災いに。今は君のために新しい歌を書いている暇ないんだった。たとえトワリンは討伐されずとも、その生命力はすごい勢いで消耗していっている。彼は怒りの中で自分を燃やし尽くそうとしているんだ。涙の結晶を浄化してくれただけでも助かったよ。本当にありがとう。でも今は新しい作戦を思いついたんだ。作戦ってなんだ？竜の涙を見ていたら、ある個人のことを思い出してね。個人？それじゃあお先に失礼するよ。おい、どこ行くんだよ。モンドの英雄の象徴だよ。またね。どう思う？あいつからしたらお前も十分変わってるだろうけどな。それにあいつの声を知ってるだって？オイラは全然わからなかったけど。でもあいつ英雄の象徴って言ってたよな。それなら知ってるぞ。きっとあの木のことだ。おう、あのすごーく目立つ木のことだ。お前もわかるよな。おや、来たんだね。そろそろ来る頃かなってそう思ってたんだ。風神バルバトス？あいつならもうモンドから消えたよ。隣のリーウェにいる眼神や稲妻にいる雷神はまだいるけど、モンドの人々はもう長いことその神には会ってないんだ。どうして風神のことを？トワリンのせいかい？それは神のことだから。そういえばみんなは風魔竜をどう思ってるんだい？気になるな。そんなに急いで教えてもらわなくてもいいよ。どうやら不満を抱く者がいるみたいだね。風が強すぎて目も開けてられないぞ。あの生き物、そよ風の平原でしか現れないはずじゃ。あの緑のやつを持ってきたのか？あいつと風元素の関係は
お前よりずっと深いみたいだな。でしょ？はあ。ふう、風向きの影響を受けるのは竜だけじゃないようだね。そうだ、さっき誰かに竜の過去を教えてもらったって言ってたね。そうだったのかい？リサという人はそういう風に思ってるんだ。そう、ここまで来たのは双方が武力行使をし始めたからさ。でも彼の最初の憎しみは人々が四風守護を祀らなくなったからじゃない。あれは自然に生まれた憎しみなんかじゃないんだ。腐食された後の産物だよ。腐食？心臓に流れ込んだ黒い血が彼を苦しめ、何年もの間穏やかに眠れていないんだ。だから今回目覚めた彼の精神がアビスの魔術師の呪いによって腐食してしまった。人ならざる者によって結成されたアビス教団、人類の敵となる組織だよ。彼らのことはよく知らないけど、人間の世界に対して深い悪意を持つことだけは知っている。荒野のヒルチャールも奴らの指揮で動き、奴らの手足となってるんだ。ここに来るまで僕もトワリンと同じ呪いに蝕まれていた。でも今僕たちのいる場所は英雄の象徴、モンドのすべての源だ。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。君と一緒に木陰の下にいると、竜の涙が浄化された時みたいに、僕の中にある毒が消えていくんだ。うん、だいぶ良くなったよ。それでお前はどうして毒を？それはまあ、前にトワリンと会話しようとした時に誰かさんに邪魔されてね。そのせいでトワリンの呪いを払うどころか、自分もアビスの毒に蝕まれちゃったんだ。そうだよ。ねえ、お詫びに僕と一緒にモンドの大聖堂に行ってくれないかい？モンドの大聖堂？何しに行くんだ？取りに行くんだ。ライアー、天空をね。それで天空って一体？モンドの至宝、風神バルバトスがかつて使っていたライアーだよ。天空のライアーがあれば、僕はトワリンを悪夢から目覚めさせられる。本当にそれで風魔竜の破壊を止められるのか？もちろん。僕はこの世界で一番の詩人だからね。過去、未来、そして今、僕の知らない歌はないよ。僕の目を見て。僕のこと頼もしいと思わない？それでどうやって天空のライアーを手に入れるんだ？大聖堂のとある安全な場所に保管されているって聞いた。まずは下調べだ。もし興味があるなら一緒に来てくれても構わないよ。まあ見てて。こんにちは、シスターさん。風神のご加護があらんことを。若き詩人さん、何かご用かしら？実はね、モンドの危機を救う方法が分かったんだ。あら、それは風神に感謝しなければならないわね。でもそれは騎士団に報告するべきよ。関係のない修道女に行ってもどうにもならないわ。そんなことないよ。お姉さんの力が必要だから話してるんだ。そう、例えば天空のライアー、あれがあれば僕は風魔竜を。お帰りください。え？あれはとても凶悪な竜ではありますが、代理団長様が意を決すれば倒せないこともない相手です。それはダメだよ。そんなことしたら風魔竜が死んじゃうじゃないか。東風を裏切った愚獣です。風神様だってあいつを許したりしないはずだわ。お姉さん。ダメなものはダメよ、詩人さん。この子にお姉さんって呼ばれるとなんだか不思議とちょっと嬉しいわね。
仕方ないね。これ以上隠したままにするわけにもいかないか。僕の忠実なる信者よ、喜べ。今君の目の前にいるのが風神バルバトス本人なんだ。驚いた？泣きたくなった？使える神様に会えてどう？感動した？他に用がなければ私は戻って仕事をさせてもらいます。待ってー。シスターは振り向かずにそのまま行ってしまったよ。でも予定してた目的はクリアした。少なくとも彼女はこの大聖堂に天空のライアーがあることを否定しなかった。それで騎士団で話題の新人くん、君もやってみないかい？風神のご加護があらんことを。あら、あなたは騎士団の新メンバーね。どうしてここに？代理団長様から何か頼み事かしら？本当に？あなたのことを疑ってるわけじゃないけど、少し前に怪しい詩人に同じこと言われたから、彼はデタラメを言っていたわ。天津さえ自分のことをバルバトスだともね。きっと何か企んでいるのよ。天空のライアーにはその使用に決まりがあるの。バドル労災の期間中だけ使えるのよ。それに貸し出しには団長、主教、それから民衆の代表者の同意とサインされた書類が必要だわ。それで騎士団のサインは？とにかく書類は必須よ。最近は忙しくてね。他に要件がなければ失礼するわ。やはり君でもダメだったか。わかってたのかよ。まあ騎士団のスーパールーキーの実力を見たかっただけだからさ。それにほら、勇者が村に伝わる宝剣を手にする。こんな展開歌にするにはぴったりじゃないかい？なんか失礼だぞ、銀融詩人。誤解しないで。これはモンドに対して失望しているんだよ。勇者相手に宝剣をケチるなんてね。さて、ちゃんとした方法で借りるのは無理みたいだから、別の手を使うしかないね。自由意志を尊重して君の意見を聞こう。どう取ればいいと思う？さあ話そう。好きなだけ話すことこそ自由ってものだろ。君最初からそれはないよ。真面目に言うとさ、僕より君の方が向いてると思うんだ。だって僕は歌うこと以外長所と言える長所はないからね。それに僕は一人ぼっち。捕まったら冤罪を晴らしてくれる人もいない。きっと重罪に問われる。泥棒して捕まったなら別に冤罪じゃないだろう。でも君は違う。君はモンドに貢献した騎士団の未来のスターだから。ミスしてもちゃんと説明したらごまかせるかもしれない。それにここの守衛たちは夜になると帰っちゃうらしいよ。タイミングをちゃんと狙えばミスをしたくてもできないと思うんだ。ミスを前提に考えるな。君はどう思う？確かにそういった気が。だから？おや、それはどうして？こいつの過去に関して機会があったらまた教えるよ。あいつ消えた。動くな。そこで何をする？逃げ